っぽい。こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は JAL トラベルレポーターとして青森県三沢八戸エリアのグルメ旅の動画をお届けいたします。青森県 JAL 星野リゾートの3社がタイアップして、青森の方言でのれそれという言葉を使ったのれそれ青森旅キャンペーンをやっておりまして、僕も合計3本の動画でそれぞれの魅力をお届けいたします。海鮮はもちろん、肉やスイーツ、そしてお酒や温泉まで青森旅は最高です。結論から言うと、一生に一度は行くべき観光地でした。いや、リピート決定です。それではその全貌をご覧ください。スペシャル動画になります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。モーリーチャンネル。津軽海峡冬景色、音程合ってんのか。というわけで、こんにちは、モーリーです。今日初めての青森に行きます。津軽海峡にはちょっと行けない予定ですけども、それとですね、皆さん三沢空港ってご存知でしたね。青森は多分みんな誰でも知ってると思うんですけど、三沢空港僕知りませんでした。なんとですね、この伊丹空港から三沢空港の直行便がありましてですね、そこから八戸とかね、星野リゾートの青森屋とかね、奥入瀬渓流ホテルとかね、行けるんですよ。もう今日はね、それ全部体験して青森大満喫して帰りたいと思います。はい、JAL さんでね、伊丹空港から三沢空港まで行きます。行ってきます。今日はね、祝日なんですけど、やっぱ人多いっすね。なんじゃこれ。三沢13時20分便で行きます。そう、チェックインしますよ。いらっしゃいませ。来ましたね。接触でね、行けます。触ってないけど、こうタッチで行けますね。来ました。荷物も預けます。しかもこれね、テープ剥がさずにそのまま貼れるんです。荷物をね、預けるのもかなり便利になっています。人の手を介さず機械だけで行けるということですね。完璧。綺麗綺麗。素晴らしいですね。これだけでも人件費をね、大幅に削減して利益率アップということで、それだけ僕たちに還元されていくということですね。僕はね、JAL グローバルクラブなんで、こっちから行ってもよかったですね。伊丹空港のね、2階にあるこの JAL グローバルクラブっていうところから JGC 会員は行けます。 JGC 会員については僕の動画でもね、説明しております。ファーストクラスに乗ってる場合はこちら、ダイヤモンド会員もこちらになります。グローバルクラブ用のチェックインがこちらです。ここからは撮影できないんで消します。ではラウンジに行きます。できるだけね、ラウンジでゆっくりしたいんですが、いつもギリギリになるので、ちょっとだけの利用になっちゃいますね。はい、少しだけのね、利用ですが、 JAL 桜ラウンジ使いたいと思います。上級会員になってるとね、無料で使えるので、ちょっとでも使いたいですよね。今ね、リードを選ぶことができます。今日は僕はね、レンタカーで運転なんで乗る点がイメージだけ過去のこと動画伝えます。いやー、缶ビールとかじゃなくてね、こうやってグラスに注いでくれるからより美味しいですよね。これが無料で飲めるだけでも上級会員になる価値がありますね。はい、今回はね、ちょっと僕はアルコール飲めないのでソフトドリンクでいきたいと思うんですけども、このリアルゴールドとかね、結構好きなんですが、ちょっと味が濃すぎるので、僕はいつも炭酸水をね、こう混ぜて薄めて飲みます。少しでもね、ヘルシーに飲みたいというところでしょうか。これ裏技ですよ。よかった、まだでした。ギリギリかと思った。今1時5分です。あれで行きます。さあ、初めての青森旅行、ワクワクしますね。28ゲームです。ああいう一つ一つが嬉しいですね。さあ、青森三沢空港に向かって飛び立ちました。
伊丹からね三沢空港まではだいたい1時間35分なんですけども、羽田からね三沢便は1時間20分で着きます。 JAL さんの機材はね Wi-Fi が使える機材も多いんで助かります。今回はねエンターテインメントだけは見れる Wi-Fi がつながりました。このね機内サービスもやっぱこう旅感をね演出してくれる一つですよね。順調に飛行しております。東京今から約20分ほどいたしますと着陸に向けた降下を開始いたします。それより先2時30この空の上からね眺める景色がもう本当に最高ですよね。これは飛行機に乗らないとねやっぱ見れないんで貴重だなと思います。めっちゃ綺麗ですね。雪景色がめっちゃ綺麗で海岸線が見えます。おお、海も綺麗。泳げそうだ。寒すぎる。初青森につながりましたね。今回はね三沢空港に到着いたしますけども、青森にはね青森空港というのもありまして、そっちの方がメジャーなんじゃないかなと思います。さあどんなところか楽しみです。皆様、ただいま三沢空港に着陸いたしました。青森って聞くとね僕たち関西人にはすごく遠いところのように思うんですけども、飛行機でねたった1時間35分で着くということはもう非常に近いですね。やってまいりました。初めての青森、そして三沢。いきなり大きいドンとうまそうなすぐ出てるな。食が最高そうですね。ようこそ三沢。空港内もねかなり青森らしい演出がされてますね。このこけしだったりとかリンゴだったりとかね海産物などまさにね青森らしい演出で、青森出身のね森本千恵さんのプロデュースなんですね。そして星野リゾートね、明日行きます。青森の星野リゾート宿泊機は別動画で公開です。三沢空港はですね在日米軍、航空自衛隊、そして民間航空の3社がね共同使用する共用空港なんですね。頑張ってるんですね今ね。三沢空港ですね。で今日は、この八戸ですね。八戸周辺で飲み歩きして、でこの三沢から三沢駅っていうのがあるんですね、電車でね。だから電車でこの八戸にも行くことできるし、三沢駅がどっかにあるはずなんで、そこら辺に星野リゾートがあるんですね。僕はレンタカー借りましたけど、レンタカー借りなくても電車でも全然行くことができるんで。はい、ちょっとねここで補足をしておくんですけども、三沢空港から三沢駅に行く場合ですね、それをちょっと調べてみたんですが、だいたい飛行機が着く時間からね電車で行こうと思うと結構ね待たないといけないんで、あまりおすすめじゃないかなというふうに思います。で近くにね星野リゾートはあるので、星野リゾートさんにそのまま行く場合は送迎してもらうのが一番いいかなと思います。で今回飲み歩きをする弥勒横丁なんですけども、これは実はね八戸と言いながら八戸駅の方に宿を取ると結構遠い場所になるんですよ。なのでここも注意ですね。間違えて八戸駅のね近くに宿を取ってしまうと飲み歩きできません。ですので JR の本八戸駅っていうところかバスの13日町というねところの近くに宿を取るのが一番いいです。三沢空港周辺だけでもねかなり見どころがありそうですね。全部回ってると本当にねもう動画の尺は10時間ぐらいになるんでね、今回は行けないところばかりですけど、三沢市のね基地だったりとかホッキ丼ですね、食べたいですね。すみません、今の時間って営業されてますか？ああ、そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。はい、レンタカーわかります。はい、今ですねレンタカー借り終わりまして、今から出発ってとこなんですけど、本当はねこの三沢名物のホッキ丼食べてみたかったんですけど、どこの店にね今の時間連絡しても、準備中みたいな、5時まで待ってくれとね、今ちょうど3時27分ということで、いやまだご飯食べてないんで食べたいんですけど、ちょっと僕もホッキ丼まだ諦めてないんでね、5時までにありそうだったら食べますし、なんか別のパターン考えるかもしれないです。まずちょっと観光行きたいなと思います。で夜はねもうこの昼食べれなかった分ガツンとね食べたいと思いますんで、それではね1つ目のスポット発色センターに向かいたいと思います。はい、予定変更しまして、最初のスポットは発色センターに来ました。ここもね彰子さんに結構行った方がいいと、教えていただいた場所です。
発色センターやってまいりました。ちょうど今4時5分です。6時までということで、やってまいりました。発色センターザ市場ということで楽しいです。ここでちょっとうまいもん食いたいと思います。お腹すいた。おお、市場みたいになってる。おお、美味しそうな匂いがめっちゃしますね。いろいろありますね。市場って感じ。すごい。お寿司も売ってる。うまそう。だしとか箱わさびとか巻き貝キムチとか肉も売ってる。ああ、うまそうな匂いが。ああ、うまそう。牡蠣も売ってますね。アワビも売ってる。ここですね、チリン村。大人400円で買ったやつをここで焼いて食べれるみたいですね。まずは受付、これからお買いになる。受付しましょうか。 Google 評価も 4.2 で良さそうですね。ホッキ貝も入れてな。それでは受付しましたんで、なんかちょっとね買いたいと思います。うまそうなやつさん買いたいな。うまそう、どれもうまそうやな。イカもうまそうやしな。ホッキあるな。うわー、ホタテもうまそう。バーベキューセットとかあるけど、牡蠣ない。牡蠣がなくなっちゃったから。ああ、そういうことなんや。ホタテと牡蠣がね、ここはもう売り切れてしまってるんで、他のとこ探したいと思います。めっちゃ広いですね。なんかショッピングモールみたいな感じにも見えます。これホタテ2枚と、はい、七輪村で食べますね。牡蠣、はい、牡蠣も剥いてあげます。生でも焼きでも食べれますよ。はい、2枚で、250円と300円と350円。350円。350円。はい。だっていろいろセット用意してくれてるんですね。でちょっと今もう僕ね、閉店ギリギリの時間なんで、割となんか品が少なかったりするみたいですけどね。これテンション上がってきたな。これめっちゃ楽しいやん。もう飲めないことが残念なんですけど、なんかね、在庫があるって聞いて、ホテルまで10何分なんで、ちょっとね、在庫を頼むことも今検討し始めましたよ。何これ。欲しいか、咲いてるんかな。これは何をされてるんですか。イカを咲いてるんです。イカ取ってしまいました。はい、ありがとうございます。うまそうなもんしかないな。朝昼抜いてきたから余計ですね。本日の乗っけが終了か。ありがとうございます。そしてご飯あるので、そのお刺身でお刺身とご飯ってことはできます。なるほど。ホッキ丼食べたいんですけど。ホッキ刺身してない。そうなんです。ごめんなさい。ありがとうございます。ホッキ丼に巡り合うのがなかなか大きい害があるんですけどね。もう代行を頼むことにしました。酒頼むか。これ飲むしかないな。足の辺ハイボールとかめっちゃいろいろあるじゃないですか。8選っていうのがなんか美味しいって聞いたんでね、この赤ラベルぐらいからいきますか。めちゃくちゃうまそうな海鮮のバーベキューセット頼んじゃいました。そしてビールも頼みました。これはもう優勝間違いなしでしょう。早速焼きますよ。イカとか貝からね、焼いていきますよ。うわー、うまそう。いや、どんどん焼いていきますね。贅沢に醤油も垂らします。うわ、うまそう。いやー、匂いだけでビール3杯いけます。時間かかりそうなんでアワビも乗せます。贅沢にアワビも買っちゃいました。焼きます。イカが出来上がったんで、これいただきます。うまそう。さあ、この発色センターの海鮮は本物なのか。うまい。これは紛れもなく本物です。さあ、思わずビールに手が出た。一気に飲み干していきます。これはうまい。すみません、なんか勝手に謝ってしまいます。申し訳ない。うわー、これもやばい。低レベルな言葉しか出てこないぐらいうまい。いや、うまいじゃない、うまそう。こんなん絶対美味しくないわけがないですからね。いや、本当にここはね、来てほしい。じゃあ牡蠣も焼いていきます。
さあ牡蠣も焼いていきます。一番高かった牡蠣を置きました。あかん、貝も段違いにうまい。これ美味しくないやつとかあんの？このね七輪村は平日だけ予約ができるってことなんで、平日に旅する方はぜひね予約してくださいね。まあ正直ね海鮮全部好きなんですけども、イカも大好物です。実はね青森の八戸はイカの水揚げ量がね日本一なんですよ。そら美味しいですよね。イカといってもねいろんな種類が取れるそうで、水揚げの主力である海外産の赤イカとか、7月頃から漁が始まる近海のスルメイカ、冬場のヤリイカなど、年間を通してさまざまな種類のイカが水揚げされるということですよ。どんな季節に行っても楽しめそうですね。さあ新鮮な牡蠣とアワビも出来上がってきましたかね。そしてホタテも乗せていきます。八戸どんだけ懐深いねん。アワビ出来上がりました。さあそれではねアワビ食べていきます。アワビをこんなに豪快に食べるのは初めてかもしれないですね。ちょっとどういう風に食べたらいいかもわからないぐらいなんですけど、そのままガブッといきます。うわ結構硬い。後からじわじわとうまい味が。そしてビールにめちゃくちゃ合う。うまい。半端ないわアワビ。皆様大変申し訳ございません。お腹がすくでしょう。これはもう最高の組み合わせですよね。うわうわうわうまそう。今すぐ行きたい。ここに動画を発信してる僕ももう行きたい。これは飯テロすぎるわ。正直ねこれを食べるためだけに青森に行ってもいいともう断言できますね。幸せってこういうことですね。よし。いやーこれも食べる前からもううまいのは確定してるんですけども、どうなんでしょう。正直これを超えるうまいもんあるんかなっていうぐらいうまかったです。これほどまでビールが合うとはね、もう最高です。代行頼んでよかった。やっぱりビールだけでは終われません。日本酒も行きます。初戦初めての青森の日本酒です。いやこの牡蠣には絶対合うでしょう。ビールも合いますけどやっぱ日本酒で牡蠣は食べたいっすよね。これはうまい。キレがあってうまい。もう本当にこの海鮮にめちゃくちゃ合いますね。至福ですな。ちょっとここに日本酒入れて飲んだろうか。これも最高。やばいな。青森やばい。次はホタテです。これはやばい。うまい。うますぎる。これが幸せですね。うますぎる。これのこれ日本酒入れる。うわーこれもうまいわ。これハマるな。あっという間になくなった。なんといううまさや。半端ないなこれ。いやこれ夜楽しみやな。何軒もあったろうか。うまかったっすね。これ代行で帰りたいと思います。美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。蒸されましたそれでは発食センターを出て飲み歩きの拠点となるホテルに向かいたいと思います。雪もねほとんどなくなってますね。はい、今日ね宿泊させていただくホテルはホテルグローバルビューというね2020年にオープンしたホテルに泊まれます。ここを拠点にちょっと飲み歩きねしたいかなと思います。はい、こちらの部屋で今日は宿泊をさせていただきます。はい、十分ですね。コンパクトですけど飲み歩きするには全く問題ないです。このような感じのね十分です。ホテルにはね大浴場とかねサウナとかもあるんでめっちゃいいですね。デザインワークはめっちゃおしゃれですね。水もすごくおしゃれです。
さあ飲みに行きますよ。ちょっとねいろいろ予約していこうと思ったんですけど、どこに電話してもなんか電話つながらないみたいな感じで、もう運任せで行きます。結構ね行きたい店、評価高い店あるんですけど、どこもつながりません。いや今日ねまさかの祝日なんですよね。しまったなって感じです。なんか優雅ですね。信号を渡る音楽も優雅だな。なんかみんな静かやな。もっとガヤガヤしてるんかと思った。なんか結構みんな静かな感じで、たまたまかな。なんか飲み屋街着きました。弥勒横丁ですね。八戸屋台村、これは面白そう。あ、ここもちょっと行きたかったとこなんですよね。耳、ちょっとここ候補にしましょう。いろいろありますね。おー、これはいいですね。沖縄を思い出すよね、屋台村。どこもうまそうやな。ここ人多いな。でもまあなんか思ったより閑散としてる感じですね。意外と食事難民になることはなさそう。ちょっとざっと見てから決めたいと思います。僕はもうお酒入ってますからね。ああ、いいっすね。なんか良さそうな店が多いな。あ、ラーメン、締めにラーメン、八戸ラーメン、しじみラーメンもありますね。ここすごい小さい範囲ですけど、なかなか見どころありますよ。いやー、ちょっともうすでにリピート決定ですね。八戸やばい。花心とかね、心っていう名前がつくとちょっと僕のね会社と被るんで気になります。寿司もうまそうやな。寿司も本当はね、庄司さんにおすすめいただいたお店行きたかったんですけどね、ちょっと今日は行けそうにないですね。なんかこの八戸で一番うまい寿司屋というふうに聞いておりますが、僕の胃袋がね持たないですよね。僕の胃袋とお財布ですね。どっちも持たないですわ。わあ、昼間はあったかかったからちょっと手袋なしで大丈夫かなと思ったけど、結構寒いっすね。こっちの方がなんか良さそうですね。いや、店多いな。いやー、すごい。あ、安い。マジかよ。このおかげさんってとこ今日がいいから行きたいなと思ってたのに、まさかの電話出ないと思ったら臨時休業いたしますってことで、そんなことある？今日祝日ですよ。祝日やから休んだんかな。マジかよ。ここ行きたかった。ここも評価ね 4.3 だったかな。めっちゃいい点数だったんで行きたかったんですけどね、無念です。気を取り直して次のお店探したいと思います。なんでなんやろな。なんでこんな祝日に臨時休業とか普通ある？なんか平日のね、もう換算日だったら分かるんですけどね。いやー、でもしょうがないですね。お休みも必要です。この辺にももう一つね行きたい店があります。ショーっていうお店なんですけどね、 Google 評価 4.6 の。でもなんか暗いからな。なんか連鎖街ってとこなんですね、ここ。こっちを見てみよう。連鎖街、いろいろお店。ここですよ、ショー。あれ、見逃した。やっぱこっちか。なんかこの商店街結構今日休んでる？それで電話出ないんか。ショーかと思ったらアキラですよ。ここも閉まってるやん。なんで？マジかよ。そら電話でええわ。なんでこんなことが起こるんすか。マジか。無理。チャンネルで撮りたかったのに。ここも美味しいお店なはずです。ここもなんか閑散としてますね。たまたま今日は閉まってる感じな気がするんですよね。ここもいろいろ店入ってますね。この寿司屋さんですね、寿司みずほ。ここね、視聴者さんにおすすめされた場所で、今日はねちょっと行けませんが、ぜひ行ってみてください。マジかよ。行こうと思った銀パも閉まってるやん。なんで？なんと Google 評価 4.8 で、でもただね、ここ YouTube 撮れないって聞いてたんですけど、頼み込んだらいけるかなと思ってた番屋、ここもなんと今日閉まってますね。こっちどうしよう。やっと良さそうな店を見つけました。サバのお店です。ここにやってまいりました。大吉通りですね。
サバの駅ってとこがね評価良かったんで、サバ料理専門みたいな。めっちゃ行列や。実はね八戸はサバも有名なんですよね。このお店ではねブランドの銀サバを食べれるそうですよ。サバに全てをサバ料理がねめちゃくちゃたくさんあります。どれにしようかな。飲み直しですね。飲み直してもうまい。さあお通しが来ました。お通しはサバじゃなくてエビですね。うわー、皆さんもこれ経験ありませんか？めちゃくちゃもったいない。戻してしまいました。もったいない。うまい。生姜漬け、味噌しめサバ、しめサバ。来ましたね、ブランドのサバ、銀サバです。サバね、醤油漬け。そのままいけると思いますね。魅力的に輝いてますね。そう。これ、今週もめっちゃうまい。この日本酒めちゃくちゃうまいわ。やっぱ高い日本酒うまいですね。味噌漬け。これも美味しそうですね。一つ一つこだわってる感じがあります。さすがプレミアムサバっすね。まるで生ハムのような風味と食感でね、新しい感覚でしたね。ありがとうございます。いろんなお店がね閉まってましたけど助かりました。しめさび、たっぷり野菜つけていただきます。青森すごいな本当に。あー、これも美味しいですね。いやさすがだな。しっかりね脂が乗っててねバランスのいい味になってます。ブランドサバ銀サバのね串焼きとつくね焼きが来ました。サバ料理のレパートリーすごいな。サバの串サバってここまでうまくなるんだ。これ全部日本酒なのわ。半端ない。つくねもいただく。サバってまあある程度癖があると思うんですよ。それがめっちゃうまい形で調和されて、なんかさっきからね三味線の音が聞こえて、やっぱ青森って三味線も有名だと思うんですけど、三味線ってなんか沖縄とか奄美とかね、なんか南の方のもんだと思うんですけど、なんかこうつながりがあるのかなってちょっと調べたくなりましたね。となんかね青森は若干ね、僕結構島好きじゃないですか。その島に来たようななんか空気感もあって、なんかこれは絶対つながりある。勝手に睨んでおります。その謎を解明して帰りたいと思います。季節の天ぷらもねおすすめとのことで、海鮮だけじゃないんですね。奥が深すぎる。おすすめいただいた天ぷら、青森の野菜を使った天ぷらですね。銀サバの棒寿司が来ました。これもうまそうですね。いただきます。サバってここまで美味しくなるんだな。棒寿司の天ぷらです。すごい。こんな食べ方誰が考えたの。それでは棒寿司のね天ぷらいただきます。なるほど。ふわふわになるんですねこれ。ご飯を普通に天ぷらしてもうまいんじゃないかな。サバもこれ
天ぷらするとめっちゃうまいですね。サバの旨味がさらに強調される感じ。これは発明ですね。なるほどな。全部美味しかったです。ごちそうさまでした。サバの駅切符もらいました。2軒目はですね、ここ行きたいと思います。いやー美味しかったな。このままずっといろいろ行きたいな。もう容易に任せて評価とか考えず適当に入りたいぐらいです。ちょっとね、この辺は Google 評価がほとんどないところなんで、もうなんていうの、思いつきで入りたいと思います。それがね、ここの楽しさだと思うんでね、なんかちょっと刺身系食べたいんで、刺身系が食べれそうなところをちょっと入りたいと思います。はい、次の店はですね、サバの駅から約1分の魅力横丁の中にあるお店に行くことにしました。どれにしようか。まあ飲んでないやつ、なかなか飲めない青森のお酒が飲みたいです。青森八戸弘前ってあるからさ。八戸はね、8000とか。8000飲みました。男山とか。男山は飲んでないですね。で今の男山だとね、これが今の裏男山。裏男山。いやー、このわちゃわちゃした感じがいいですね。青森を代表する日本酒裏男山とお通しが来ました。これは美味しそうですね。かなりねガヤガヤしてて撮影しにくいですが飲みます。美味しいですねこれ。はい、次はねアジのなめろうですね。さっきはサバのお店だったんですが、アジも美味しそうです。それはなめろういただきます。どんな手ですか？取ってます。今のっぽい。うまいですね。日本酒がうまいですね。取ってる時で嫌だな、そういう感じ。なんすか取ってる時の。うまっ。撮ってる時の反応嫌だな。なんすか嘘っぽいですか？嘘っぽい、めっちゃ嘘っぽい。いや、本当に YouTuber ってこうなんだなって思っちゃう。嘘じゃないですよ。本当に美味しいと思ってるのをちょっとこう岩手盛岡から来たお兄さんにおごってもらえることになりました。これ長芋焼酎。これはそういうの撮って、そういうの撮って。 6カ所村。いいな。俺らも飲みたい。じゃあこれ名前お願いします。水割り6。水割りで。水割りでお願いします。おごってもらいました。これです。ちなみに盛岡っていう名字です。そうなんですか。そのうまいオチはいらねえ。ちなみに字違いますけど。空港飛行機や。率先した人が言うからちょっともうないよね。そういうことはやめよう。またちょっとなんか違うっすね。本当？いやすごい。やっぱ強いんだ。どう？いや癖がないっすね。芋みたいにね。ここはどっか狙うとこなんですか？店として。そうか。いやなんか結構今日閉まってたんですよね。狙ってた店何軒かあったんで。そうなんですか？なんか臨時休業みたいな。天皇誕生日です。そうなんですかね。ここって閉まるときどういうタイプ？全然店によって違うから。結構閉まってますよ。ヒラメの漬け丼行きたかったです。港？明日行くんですか？行きたかった。あそこ通らないとダメでしょ。でしょ？この人何の興味もないんですよ。朝早いから。行かないと。明日行きたかったんすよ。行ったらいいじゃないですか。何時に行かれます？いやまだ決めてないですけど、朝もう起きたらすぐ行こうかなみたいな。以前来たことがあって、もう出遅れて、その時はもう2時間待ちとか。長え。だから朝早く行かないと。朝早く行ったんですけど、それでもやっぱり開店前に行かないと2時間待ちとかなってたんで。何時ぐらいに行ったんですか？5時半とか。いや僕 YouTube で青森八戸行くけど、行った方がお店教えてくれって視聴者さんに聞いたら、みんなそこ言うんですよ。みんな観光で来た人たちが行くからね。地元民の方がおすすめする場所とかどこなんですか？お店で置いてるのが三沢のホッキだから。で3月が終わると今度は北海道になっちゃうから。
鹿児島がなんですか。カッパいないんですか。いやー青森釣れないからなんか業界がねこれは絶対明日早起きせなそうだよ。緊張がすごいね。緊張してるんか朝よ急にコメント。さっきまでめっちゃいいトークのコメントしてくれたのに。止まらない。うまそう止められない。このホッキ丼今日食べれなかったですねまさかの YouTuber さんと会うとは思わなかった。いやーびっくりです。有名人や。なら恥もいいっすよ。恥。あ、端入れなかったんですよ雑。いやいや、うまいっすね味のものはうまいっすね今貝ホッキ貝。機械のそういう生とんじゃお刺身。うまっちょっと今日はもう食べてしまったおでんまでごめん俺は美味しく。いやでも本当美味しいですねいや本当美味しいんですよ。いや食べてへんやんそうなんですか神戸ってそうなんだって言ったら8年後に俺らの震災があったんだよ。僕ちょうどその東日本大震災起こった時神戸にいてビルの13階でサラリーマンしてた時なんですよだからめちゃくちゃ揺れてでまさかそんなね遠くで起こってる地震とは思わなかったでみんなわーっと降りるじゃないですかビルをやっぱみんなやっぱ思い出したみたいな阪神大震災もう涙流してて電気止まった時もすげえ悲しかったし。盛岡もすごかったそうだって前行ってあれここってなんだっけ信号止まってるやん。その時みんな自由に動く運転してた時あったんですかそうそう俺らがそうあって私が運転しててで本当信号もうすぐ止まってたんで40キロぐらいか信号なしでどうしようかって話になってもうだから交差点はもう渋滞してるんでもう裏道をずーっと地元でパッシングで行くしかないとかさあの時すげえショックであの時って震災起きてないと分かんない事実がめっちゃ多くて起きてないと10年の傷跡って絶対分かんないだから震災っていうとやっぱ関西の神戸のやつとか忘れちゃいけねえっていうのが俺らが思った話で水も止まったし何も物が来なかったのはあったよねだからそれ何日ぐらいのそう関西の人にこの YouTube で伝えて1ほしい週間ぐらいは多分来なかったそれは近くのスーパーで並んでちょっと分配してもらったりとかそう会場とかねやっぱり細かいところで本当軽いんだけれど俺の地域がかわいそうな地域だから誰よりも返そうと思ってもらいたいとは思ってないんだけれど他人事として思っちゃいけないところはあるのかなと思ってるっていうところなんですでもYouTube していいじゃんでもこういうことを YouTube にしてほしくないいや YouTube にしてほしいよね楽しかったそれではね3軒目見つけたんですが今の時間はねもう刺身しかないということだったんですが入りました八戸ハイボールいきましょう八戸ハイボールうまっ何これ何の味お口直しになりそうなぐらいねフルーティーで美味しかったですバナナサイダーを使った口当たりがよく飲みやすいお口直しみたいな感じになりますねフルーティーこちらがお通しになりますなんとお通しにですねご飯もんがついてくるというすごい変わった店ですけど確かにありですね本日のね刺し盛りということで刺身がやってまいりました今日はね結構海鮮食べてるんですけどまずホッケの刺身ですねそしてマダイそしてカンパチですね全部やばいなそしてマダラの昆布締めサバですねホタルイカとタコ美味しそうですねとびこわさびって言ってそのまま食べてもいいし刺身につけてもいいというこれは面白いですねうまそう塩につけていただくんですねはい木からいただきますこんな初めてホッケの僕刺身食べましたこれはうまいねいやーまだね美味しい海鮮があるとはね青森の懐半端ないっすねマダラ昆布締めいただきますレベル高いっすねやっぱマ
マダイを塩でいただいてみましょうね。これもさっぱりしててうまい。大間のマグロを食べれると思ってきたんですけど、もうこの時間ないということで、今日のところはこれで終わりにしましょうかね。です。いやでも美味しかったですね。なんか海鮮半端ないっすね。青森やばいっす。想像以上です。はい、ちょっとね大間のマグロが、食べれず、そのままねホテルに帰るのもちょっとどうかなと思って、コンビニねこれですね、八戸のおやつということでドンキミヤっていうね、ポップコーンのなんかキャラメル系のポップコーンじゃないかなと思うんですけど、これがね普通に置いてあったんで、これちょっと食べてみたいなと、ね、せっかく八戸に来たんで。それとこれは八戸のものではないんですけど、青森県南津軽郡書いてるんで、そこの縄文焼きっていう、これが結構売れてるということでね、コンビニに売ってたんですよ、ね、でこれちょっと食べてみたいなと。これはちょっとね予想できる味だと思うんですけどね、裏切っては来ないと思うんですけどね、昔ながらの素朴な味わいで、違う名前で関西とかでもあったと思うんですよね。じゃあこれいただきます。予想通りの味ですね。八戸の味とか書いてますけど、食べたことある味ですね。ちょっと食べたことがあるやつよりも素朴かも。かすかに歯が感じられるぐらいで、うまいかも。でめちゃくちゃ食べ応えそんなないんで、カロリーゼロかなと思ったら 100g あたり399キロカロリーもありますね。ちょっとやばいですね。この辺にしとこう。明日お腹すいたら食べよう。でこの縄文焼き、これはちょっと予想つかないですね。なんか雷おこしみたいな味っていう風にコンビニの方は説明しますけど、これも398キロカロリー、ほぼ一緒ですね。 100g あたりのカロリーはほぼ一緒です。こっちの方がめっちゃカロリーありそうやのにな。結構分厚くて、なんか結構砂糖も塗られて、裏側もなんかちょっと家紋みたいな感じになってますけど、縄文時代からあったんですかね。それはない。じゃあいただきます。これはうまいかも。これうまい。満月ポンっていうお菓子知ってますか？これ関西だけなのかな。僕めっちゃ好きなお菓子あるんですけど、こういう米のお菓子、なんかこうふわふわのサクサクの生地に、その満月パンは醤油を塗られてるんですけど、その醤油じゃなくてこうそこに黒糖が塗られてるみたいな感じですね。黒糖なのかなこれ。黒糖って書いてるな。これちょっと気になってるんですけどね、僕。黒糖とかってやっぱなんか南の島の方のなんかイメージじゃないですか。なぜか青森三味線だったりとか黒糖とかね、なんか南の島の文化がなんかちょっとこう青森あるのなんでなんやろな。ちょっとこの謎誰か分かる方教えてほしいです。だって福島とかその仙台とか秋田とか岩手とかでは一切そういうなんか島っぽい文化って全くなかったと思うんですけど、この青森に来てから結構なんかなんとなくね、その車の運転だったりとか人間性だったりとかなんかちょっとね島っぽい雰囲気を感じてるんで、だから僕島好きじゃないですか。すごい青森いいなと思ってるんですよね。これなんかあるんじゃないですかね。実は青森奄美大島の隣ぐらいにあって、それがなんかだんだん移動してきて上にガチャンってひっついたとかね、それはないと思うんですけど、そういうなんか奄美大島だったりとか沖縄の人が青森に流れ着いて結構住んでるみたいなことがあったりとかあるんじゃないですかね。ちょっと教えてほしいです。ぜひねこちらまでコメントしてください。おはようございます。今ですね8時47分ですね。本当はね今日は朝6時ぐらいに起きて、この八戸に旅してもう行かない人いないんじゃないかなっていうレベルの港食堂ですね。もう昨日の飲んだ先でもね港食堂は行った方がいいということでね伺ってましたし、皆さんからの青森からどこ行ったらいいって聞いたら、もう結構な人が港食堂行った方がいいということを教えていただいて、そこにね今から行きたいと思います。ちょっとね時間遅くなっちゃったんで朝起きれるわけはないですね。結構並ぶと思うんですけど、待ってる間に展望台とかねいろいろ観光もしてうまいこと過ごしたいと思います。それでは行ってきます。この辺
辺が市場とかになるんですかね。ちょっと後で行けたら行きたいなと思うんですけどね。さあちょっとやってまいりました港食堂。なんか思ったより並んでないような気がするんですけどね、どうなのか。意外と全然並んでない。ちょっと待ってる間に朝市まだやってるかわかんないですけど行ってみたいと思います。港食堂から歩いて行けそうなんでね。やっぱりやってる感じやな。これ朝市、カニも売ってる。このね陸奥港駅前朝市はね戦前からやってるんですよね。あ、市場って書いてるな。ここか、これが朝市か。あ、閉まってるな。終わったんかな。今日お休み。あ、ここ中央市場ってなってる。なんかもう終わりなんかな。終わりっぽいな。ここで本当ならば市場やってます。この駅のすぐ前ですね。寝坊して間に合いませんでしたね。あ、ここもこんなとこ、ここもなんかやってますね。こんな感じでいろいろ市場やってるんですね。港食堂行く方もこの駅まで電車で行けば行けるってことですね。なんかね、市場もこの終わりの時間っていうのは特に決まってなくって、その個人個人さんである程度売れたら買えるとか決めてるみたいです。大体お昼ぐらいには終わるみたいな感じでは言ってますね。うまそう。値段が異常に安いですね、この朝市。魚とかも異常に安かった。せんべい汁安いっすね。250円ですよ。これね、2000円ぐらいで売れるみたいな。でかっ。これはでかいね。それぞれの市場でどういう特徴があるんやろな。あそこはなんか高級鮮魚って書いてるから、高級魚とかだけ扱ってるんかな。ちょっと違いが分かんないですね。こう仕入れに慣れてくると、ここは貝が得意だとかあるんでしょうね。すごい。こことかそば250円とかね売ってます。昨日お刺身250円ですよ。これを頼もうかなと思いますね。幸せ丼、今度来た時頼もう。イカの刺身と付け合わせが来ました。初めてのせんべい汁も来ました。美味しそう。せんべいが具になってます。当たり前ですけど。来ました。大本命ヒラメ漬け丼です。うわうわうわ、ビジュアルもめちゃくちゃすごいし、絶対うまいの間違いないじゃないですか。うまそう。うわー、やっとこの味食べれたって感じです。さすがうまい。こんなに甘くなるね。うまいね。めちゃくちゃ甘くてうまいです。これはいろんな丼食べてみたいな。毎日通いたい。イカもうまい。さすがね、八戸はイカの水揚げ日本一だけあってね、めちゃくちゃうまいですね。いや本当にね、箸が止まらなかったです。いやなんかね、すごく美味しかったので、他の丼もねどれぐらい美味しいんだろうということで、もう一杯頼もうかなっていうのをね最後まで迷ったんですけど、ちょっと今日はやめときました。いやー最高に美味しかったですね。いやーここは毎日通いたいですね。なんかいろんな種類があったんでね、こんなん毎回青森来たら行かなあかんやんみたいな、そんな場所でしたね。最高でした。それではね、お腹が満たされましたので観光に行きたいと思います。いやー、港食堂から約10分でいい感じの場所にやってまいりました。何の声ですかね。海猫の声。これもしかしてこの声がニャーニャー聞こえるから海猫なんすかね。あれですね、蕪島神社というところにやってまいりました。ここは天然記念物蕪島ということで、海猫に注意ということですね。戦艦みたいなのが見えますけど、ちょっとあれも気になりますね。これ海猫が糞を落とすから傘が置いてあるんですかね。すごい。いやー、いい天気、素晴らしいですね。結構糞を落とされた跡がいっぱいありますね。あ、津波がここまで上がってきてたんですね。
青森も東日本大震災のね影響あったっていう話昨日してました。死者こそね少なかったですけど、ああいう工業地帯がねありますんで、あの辺りは結構被害を受けたというふうに伺っております。すごいな、あれ全部か。あそこにいるの全部やな。海猫がやってくる季節。結構立派ですね。立派な神社ですね。こっから見える景色もなかなか。ここ昭和20年8月9日八戸港内になんか戦艦来たんですかね。で沈没したということ書いてますね。うわ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 、すごいすごいすごい、飛びまくってる。うわ、えらいことになってる。めっちゃ飛んでるじゃないですか。うわ、すごいな、めっちゃ飛んでるわ。どうなってんじゃこれあんなんもうあの下に行ったらもう踏んだらけになるな俺はやばい。逆に人間が海猫に支配されそうなぐらいな数いますよ。まさに戦場と言えんばかりな。すごいなこれ。一体何が行われてるんや。半端ないな。確かによく耳を澄ますと猫のような鳴き声に聞こえるのか。ここに海猫のこと書いてますね。春から夏にかけて海猫が滞在する蕪島は海猫の繁殖地として1922年国の天然記念物に指定されましたと。もう天然記念物ってもないぐらいのなんか量がいるような気がするんですけどね。3月から7月はここで繁殖して、8月から10月は北海道移動ということなんですね。こういろいろこう回っていくんですね。なるほどな。海猫はカモメの仲間で鳴き声が猫に似ていること。当たってましたね僕。さすがの推理能力ですね。日本には十数種類のカモメが生息していますが、日本で繁殖するのは海猫とオオセグロカモメだけですと。カモメの仲間なんですねやっぱり。カモメ違いがわからんな。この神社はね株が上がるということでしっかりお祈りしておきましょう。株上がり、僕の株も上がりますかね。さあそれではねしっかりお祈りができたところで次の観光スポットに向かいたいと思います。さあなんだあれは。芦毛崎展望台にやってまいりました。そして適度な雪景色でめっちゃ美しい絶景でございます。うわ寒っ。結構やっぱ寒いですね青森。天気いいけどもう手が凍えそうです。おお寒い。まだ氷が。いや寒いけど気持ちいいな。すごいですね。ちょっとなんか海外っぽい空気もありますよね。あの積み方、沖縄っぽいなんか積み方というかね。ほんと東北って感じのイメージじゃない積み方な。うわ絶景いいね。いやーこれもなんか本当に竹富島とかなんかそういう島のブロックの積み方になんかちょっと似てるな。うわーすごい。うわ絶景。来た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 。すごい。これ何があったんやろ。なんか書いてる。下北半島全く見えないですね。雪景色綺麗。海はいいっすね。海は最高。また南国とは違う良さがありますねこの海も。迫力あるな。美しい。どうも調べてみるとねここは軍事施設だったんですね。だからこういう壁になってるんですね。おそらくあれが砲台なんですかね。見えてるところから撃ったりとかしたんでしょうね。ここはね結構監視するために使われてたみたいですね。あれが灯台ですね。
まだちょっと雪が残ってます。透明度も結構高いですね。綺麗、絶景です。誰か人がいる。密漁か。岩とかもすごいですね。そしてこの道もね、結構ずーっと続いてて、どこまで行けるんですかね。結構道向こうの方まで続いてますね。散歩道になってるんですかね。今はね、この雪景色で綺麗ですけど、春はね、結構花も咲き乱れてめちゃ綺麗らしいんで、もう絶対行った方がいいですね、ここは。先ほどのね、展望台からすぐ近くにあるこのホロンバイルっていうね、ここのソフトクリームもね、めっちゃ評価高いみたいなんで、これ食べとかないといけないですね。 Google 評価 4.3 でございます。ホロンバイル特製爽やかマスクメロンソフトクリーム、バナナソフトクリームとありますね。めっちゃ寒いんですけどね、本当に食べるべきなのか。あ、一番人気は巻き場って書いてますね。巻き場。でも特製とか書かれるとなんかどっちにしたらいいんかなってなりますけどね。でもやっぱ巻き場かな。あ、ツインもできるね。ツインができるんやったら巻き場とバナナにしようかな。いや、メロンかな、やっぱ。上がメロンでございます。あ、下が巻き場。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。変わったパターンで食べてますね。店内はおしゃれですね。冬に食べる幸せ。うん、寒い冬に食べるソフトクリーム、うまいっすね。なんか電車が止まってる。何あれ。なんか電車が止まってますね。あそこから出るんかな。そろそろ巻き場がやってきました。巻き場。うん。ああ。お、電車動き出した。あ、間に合う。ああ、行っちゃった。動きましたね。これはっきり言ってちょっとソフトクリーム史上ナンバーワンに君臨しそうなぐらいのうまさですよ。お酒入ってないんでね、ちょっとテンション低めですけど、うまい。うまい。誰もおらんな。青森マジうまいもんいっぱいですね。そら北海道にも近いしね。北海道と近いなんか食のうまさ。それではね、次はいよいよ念願のホッキ丼を食べに行きます。さあ、昨日からね、ホッキ丼を求めてねいたわけですけども、ついにホッキ丼が食べれるお店にやってまいりました。すごい雪が溶けて水がジャバジャバ流れてますね。天ぷら、うなぎ、寿司、大竹にやってまいりました。来ました、生ホッケ丼です。これですよ、食べたかったのは。分かった、あと一つだけね余ってました。基本はやっぱ予約しないと食べれないみたいで、絶対予約してから来てください。僕はもう運が良かったんで1個だけ残ってました。うまそう。そしてお主もうまそう。いただきます。このお吸い物めちゃくちゃうまい。何これ。ホッキ貝とウニが入ってます。やっぱ昨日はね、ホッキ貝の刺身を食べましたが、プリプリでね、ジューシーで美味しかったです。丼になるとどうなるのか、いただきます。これうまい。さすが名物ですね。名物はうまい。プリプリとしたね食感でジューシーなんで、ご飯との相性がねやっぱめちゃくちゃいいですね。食べれてよかった。お酒じゃなくてお茶でもね全然うまい。茶碗蒸しもいただきます。
いやー最高でした。ごちそうさまでした。ブラボー、なんちゅう景色や。お腹も満たされて満足しましたが、温泉にも行ってみたいと思います。すごい温泉があるみたいなんですよ。はい、次はね温泉ということで、このすもも沢温泉郷にやってまいりました。この三沢はですね結構温泉でも有名らしいんですよね。でしてね、なんかモール泉って言われて、すごいもうローションみたいにトロトロな温泉を楽しめるということで、皆さんはね普通にいろいろ温泉めっちゃ安くあるんで、そこに行ってもらったらと思うんですけど、僕はちょっと撮影もしたくて、こう家族風呂があるとこを探して、ちょっとここまでやってまいりました。でもう知る人ぞ知る、もう温泉マニアでは知らない人がいないっていうぐらいの温泉地域らしいですよ。今日の三沢から八戸のね旅の締めくくりはこれで終わりたいと思いまして、こっから青森屋と奥入瀬渓流ホテルね撮りたいと思いまして、そちらはね別の動画でやりたいと思いますんでね、引き続き楽しみにしていただければと思います。それでは入っていきます。この辺にあんこがいるじゃないですか。すごい景観です。はい、こんな感じですね。おお、すげえ。うわ、もう煙。あかん。これすごいっすね、これ。でこのなんかすごいね、白濁してるのもなんかすごいっすし、こっからですね、ちょっと窓を開けるとこの景色ですよ。すげえ。うわ、これね、さすがに覗かれてもないと思うんですよ。めっちゃいいじゃないですか、この景色。ちょっとトロトロって聞いてるんでね、どんな感じか。そうでもない。ちょっと入ってみないと分かんないな。今のところ別にそんななんかローションでぬるぬるみたいなこと聞いてますけど、ここは違うのかな。うわー、これはいいっすね。美肌の湯らしいんだよね。でもこれ思ったよりね、トロトロしたローションみたいな泉質じゃないですね。ここはちょっと違うみたいですね。この近くは割となんかそういうローション系の冷たいじゃない、ぬるぬるした泉質らしいんですけど、いやでも確かに肌に触れてる部分はめっちゃぬるぬるする。確かに。でもなんかローションの中に入ってるかって言って、まあローションなんか入ったことないですけどね。そこまでじゃない。でもめっちゃぬるぬるするわ。確かに。めっちゃぬるぬるする。これは美肌やな。すごい。触ったすぐはね、そうでもなかったんですけど、この肌にまとわりつく感じが、いいな。すげえな、青森。ご飯もめっちゃうまいし、温泉まで最高じゃないですか。しかも安いっすからね。もう貸し切りも兵庫県とかだと4000円とかすると思うんですけど、1000円ですよ、1000円。安すぎます。いや、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。いや、なんかめっちゃ体の芯から温めてるような感じで、最初ねなんかトロトロじゃないって思ったんですけども、入ってるうちにめちゃくちゃトロトロになって、もうめっちゃすべすべ。いやー、この辺温泉めっちゃいいっすね。しかも安いしな。でこれ温泉ね、気をつけないといけないのが、タオルとかはねないんで、僕はいつも旅の時にね、こういう水泳用の絞ったらめちゃ吸水力復活するやつをもうずっと持ってます。こういうの持ってるとね、とっさに海に入った時とか温泉入った時とか便利ですよ。というわけで今から青森屋行ってきます。それではね、初めての星野リゾートグループ青森屋に向かいます。星野リゾート青森屋の宿泊機は別動画でお届けいたします。ここも本当に最高な宿泊になりました。青森に来たら絶対に行かないといけない、そんな場所でした。渾身の動画でお届けいたしますので、ぜひ大画面でゆっくりご覧ください。青森屋をチェックアウトして十和田市の方に向かいます。そこにね、めちゃくちゃうまい店があると聞いたんで行きます。はい、十和田市までやってきまして、これ有名なグルメが楽しめるということで、食堂観光地というところにやってまいりました。ちょうどね2組ほど並んでて30分ぐらい待ちましたね。店内のこの雰囲気いいですね。絶対うまい店ですね、これは。芸能人とかのねサインとかもいっぱいあります。今回はね、十和田名物のバラ焼きを注文しました。
タレめっちゃますね。鉄板が熱くなって湯気が出てきたらもうガーッと混ぜながら焼いてください。1人分だと焦げやすいので火加減注意しながら焦げないように混ぜていくのがいいと思います。この十和田市名物のバラ焼きはですね、太平洋戦争後に米軍基地を建設する際に作業員たちの胃袋を満たすために安く仕入れることができたね、バラ肉を使ってね発案されたものなんですね。上につけて食べてもいいです。生卵なんか絶対うまいやつやん。小ライスも十分だ。さあようやくね出来上がってきましたよ。うまそう。おお、こうやってご飯にのせて、うわー絶対これやばいやつですね。おお、うまい。うわーうまいうまいうまい。ご飯がめっちゃ進む。さあ生卵もいっちゃいますかね。うわーうまそう、もううまそう。そしてこれを生卵につけてそのままいただきます。あーこれもうまい。やばい、ご飯が進む。ご飯わん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 、あうまい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 。まさに至福ですな。あうまい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 。卵ご飯わん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 、肉あうまい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 。青森肉もうまいとはな、魚だけじゃないですね。あーこれも絶対食べてほしいな。ご飯小でも多いかなと思ったけど全然足りへん。あうまい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 。肉もうええわ。いや美味しかったですね。いやさすがね、Google 評価高い店だけあって30分ぐらいかな待ちましたけども、すごく美味しかったです。ちょっとね待った関係で、この辺でなんか観光何軒か行こうかなと思ってたんですけど、もうちょっと時間なさそうなんで奥入瀬渓流ホテルの近くの橋ぐらいだけ見ていきたいなと思います。他にもねこの十和田市にはなんか美術館があったりとかね、いろいろとスポットがあるんで皆さんチェックしてみてください。スキー場もあるんですね。いいですね、スキーしたいな。それでは星野リゾート奥入瀬渓流ホテルの近くの良さそうなスポットまで行きたいと思います。やってまいりました。出会い橋の近くにちょっと車を止めて、うわすごい。その出会い橋見る前にちょっと見たいですけど、これ登って大丈夫かな。いきなり崩れへんやろ。うわいい感じ。雪もパラパラと降りつつも晴れてます。ちょっと橋の方行ってみましょう。いやーもう水の音がすげえいいっすね。あもうこれ橋雪でまともに入れへん。あでもここ誰かが行った跡がある。おおすごい。なかなかうわめっちゃ深かった。ここだけびっくりするわ。いきなりはまった謎の穴に。恐ろしい。おお素晴らしいですね。これ橋の上にこんな雪乗ってて、俺が乗った瞬間に崩れ落ちんやろな。出会い橋の出会いしか見えてない。あーすごい。渡ってみましょう。すごい。これ誰かずり落ちた跡がある。おお危ねえ。おおすごい。めっちゃいい景色。これが奥入瀬ですか。噂の奥入瀬めっちゃいい感じ。うわ素晴らしいですね。
いやー、なんかすごい思い描いてたようなこの雪景色が見ることができてちょっと感動っすね。こう雪が降ってほしいシーンでは雪降ってくれてますね。寒いですけどめっちゃいい。アップ。うお、いやー、素晴らしい景色が見えたということで、いよいよ星野リゾート奥入瀬渓流ホテルに向かいたいと思います。2日目はですね、星野リゾートの青森屋に宿泊させていただきましたが、同じ星野リゾートの奥入瀬渓流ホテルの宿泊もしてきました。こちらも別動画でお届けしますので、ぜひご覧ください。なんとこのホテルではですね、渓流スイートっていうスイートルームにも宿泊をさせていただき、本当に非日常の素晴らしい体験をさせていただくことができました。それ以外にもね、いろんなアクティビティを体験させていただき、いや、ここに行かないと体験できない、まさにね、一生に一度は体験していただきたい内容でしたよ。さあ行くぞ。今年はもう何回目はこんな雪の中。本当にね、雪を降らしまくってます。雪が好きな方はどうぞ。どの動画もね、貴重な雪景色が見れますよ。青森屋のすぐ近くに三沢駅がありますね。電車でも大丈夫。雪道でも安全に三沢空港まで到着しました。レンタカーも返却。空港に到着しました。こちらが三沢空港でございます。寒い。三沢から東京便は増便してるんですよね、令和2年間。こじんまりしたね空港ですけども、すごい頑張ってて、駐車場無料って書いてたかな。応援したいですよね。結構ね、今回は荷物がたくさんあるので、ちゃんとチェックインできるかな、心配です。はい、ちょっとこういうのってつけられないですか。いや、苔玉とね、奥入瀬ランプちょっと持って帰れると不安だったんですけど、JAL さんで普通に扱ってくださるとありがたいです。前の方でお願いします。最初はね、無理かなと思ったけど、無事に預けることができました。こうやってケースに入れてね、崩れないようにしてくれるんですね。助かります。さすが JAL さん。まだね、もう少し時間がありますので、お土産でも見ていきましょうかね。結構いろんな種類があります。本当にね、青森はいろいろな特産物があるのでね。アップルパイに売ってる、すごいリンゴジュースとかもね売ってますね。ニンニクもね、ホタテも売ってる。8000円、美味しかったな。数量限定8000円。お土産ランキングみたいですね。レストラン三沢空港でなんかちょっと食べましょうかね。とりあえず入ってみよう。有料ラウンジカードでは行けないけどラウンジあります。はい、いろいろ頼みました。ちょっとね、帰ってから運転なんでノンアルコールビールいただきます。空港なのにめちゃくちゃ豪華やん。ホタテフライ、ごぼうスティック、ごぼうの唐揚げか、イカの一夜干し、そしてノンアルコールビール。めちゃくちゃ美味しそう。空港とは思えないスペシャルセットです。めっちゃ食べたけどな。やっぱ名残惜しいな。いざ青森ね、これから帰ると思ったら兵庫に帰ると思ってたらホタテ食べれなくなりそうで怖いっす。おさんでしょきます。
ロースティックなんですよ。いただきます。三沢のロースティック。柔らかくてめちゃくちゃ甘みがすごい。空港ですよね、ここ。居酒屋かなって思うぐらい。うまい。ステイカーめっちゃ美味しい。こちらのジューシーだな。今日乗って帰る便ですかね。到着しました。これに乗って帰るんだと思います。こういうのをね眺めながら飲食できるのがねこのレストラン三沢空港のいいところですよね。ああやって通路がねこう作られるんですよね。作られるというか接続されるって言ったらいいですかね。空港だけ晴れてきましたね。いやーうまかった。ごちそうさまでした。空港のレストランとは思えないクオリティでした。おはようございます。いらっしゃいませ。失礼します。いやー最高な旅だったな。景色も今めっちゃいいっすね。綺麗。途中ね雪が結構降ったんでどうなることかと思いましたが予定通り帰れて本当に良かったです。いや帰れなかった方が良かったかもしれないなっていうぐらいです。見てください。なんとね機内からサンセットをね拝むことができました。めちゃくちゃ綺麗ですよね。この飛行機の羽に反射するのも美しい。癒されます。いつもの機内サービスを受けて今回はねスカイタイム桃とぶどうを頼みました。これも結構美味しくて好きなんですよね。すっきりします。仕事もはかどります。途中飴もね配ってくれましたね。いやー素晴らしいね景色を見ながら安心してねこう帰ることができるのはね本当にありがたいですよね。あっという間に伊丹空港に到着いたしました。そして無事にね苔玉のね荷物なんかも届いておりました。一切崩れておりません。いやーありがたいです。いやーここでね旅の感想を言ってたんですけどもなんと最後の最後にねマイクの接続が切れてしまってて音声が入っておりませんでした。予想してね僕もここで喋りたいと思います。いや本当にねこの青森の旅最高に良かったです。もうね青森に着いた瞬間からねこうリピートしたいなって思うぐらいなんかいい空気感で実際料理とかもね食べてみるとめちゃくちゃ美味しいですし外れなしということで温泉も最高でしたし星野リゾート青森や奥入瀬渓流ホテルも本当に最高でした。いやこれもねリピート確実に決定ということで今年行った旅行の中でももう本当に上位になるんじゃないかなという確信を持っております。今度はねまた別の地域にも行ってみたいと思います。最高な青森旅行楽しかったです。いかがでしたでしょうか。初めての青森の旅3つの動画に分けてねお届けいたしました。いやこれをね全部見ていただければ絶対にね青森に行きたくなってくれると思うんですよね。それぐらい僕はね感動したんで少しでもそれが伝われば嬉しいなと思います。今回はね JAL トラベルレポーターとして動画をお届けいたしましたが JAL さんはもちろんのこと星野リゾートさんにもねお世話になり非常に素晴らしい動画を撮ることができたと思います。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。青森県本当に魅力的です。また行きたいと思います。ありがとうございました。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでねモーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。